皆さんこんにちは。山下エンジニアリングの山下です。今日はですね、ホンダのナイトホーク750の紹介です。もうすでにオーナー様が決まっていて、カスタム待ちの車両なんですが、もうすぐにカスタム始めてしまうので、とても珍しい車両ということもあって、レビューなんかしてみようかなと思っています。で、ナイトホーク750なんですけど、製造年が1991年、92年のバイクになるんです。で、当時は輸出向けに作られていたバイクで、ホンダが日本向けに750台限定で販売したものになります。時間も経っていることもあるんですけど、もう非常に弾数が少ないので、業者オークションでもなかなか見れないですね。運が良ければ、1年に1回とか割合で言うと、2年に1回とか、それぐらいの割合になると思うんですけど、実際皆さんも多分走ってるとことか、乗ってる人とかって多分そんなに知らないと思うんですけど、とにかく珍しいです。僕がよく言う稲妻1200よりもずっと珍しいですね。過去に1台、制作しているので、それを見て、今のオーナーの方が、カスタムもお願いしますということで、今手元にあります。で、乗ってみた感じはですね、結構アメリカン的なスタイルなんですよね。で、そこに空冷の4発が乗っていて、ナイトホークの半年後ぐらいに CB750、RC42 と共通のエンジンです。で、キャブも共通なので、エンジン自体はすごいやる気ですね。ナイトホーク自体は結構アメリカンみたいな大柄な感じなんですけど、エンジンはすごいやる気を出してくるんで、乗ってみると軽くて、楽しいですね。なんていうの、今の季節とかは特に、空冷は冬とかがやっぱり空気が乾燥してて、音とかもいいし、エンジンのフィーリングとかも気持ちがいいです。見た目よりもずっと、取り回しも良くて、長さはちょっとあるんですけど、長さが、2メーター30ぐらい。RC42 よりも10センチぐらい長いんで、見た感じは結構大柄ですね。で、その大柄な感じなんですけど、乗ってみると、結構軽いなって思います。フィーリング的には。街乗りとか、高速とかでもそこそこ走ってくれるんで、750ぐらいがベストなバランスかなって思います。絶対的な速さはリッタークラス1200とかの方が、100何十キロ以上とかではパフォーマンス発揮してくれるんですけど、街乗りとかだとやっぱりちょっと持て余しちゃうんで、空冷で750ぐらいがちょうどいいかななんて個人的には思いますね。で、カスタムに関してはやっぱり大柄な車体っていうこともあって、スクランブラーが一番ハマるかなと思ってますね。もう超有名ですけど、やっぱりナイトホーク750が、日本でもここまで注目を浴びるようになったのは、ウォーキングデッドのダリルのバイクが、もちろん僕もすごい好きですし、多分、僕のカスタムするバイク好きな方って、多分、ウォーキングデッド好きな方たくさんいらっしゃるんで、わかると思うんですけど、やっぱりスクランブラーが一番ハマるかなと思いますね。カフェとかだとちょっと、長さが逆に、だとなって、腰高な印象になりそうなんで、カフェなら間違いなく RC42 がいいと思います。またカスタム後にはなると思うんですけど、Vlog とか、プロモーションビデオ的なこと作ったりとかするんで、また皆さんに見ていただけたらなと思っています。
今回もご視聴ありがとうございました。良ければ、チャンネル登録と、高評価もよろしくお願いいたします。